株式会社キーツーの自動運転トラックが東名高速から山陽自動車道まで約 500km をドライバーがハンドルを一切握ることなく完走しました。ドライバーが同乗しながら走る自動運転としては国内初の快挙です。この成果は現在の日本にとって非常に重要な意味を持ちます。国土交通省の試算によると、対策を講じなければ2030年度には日本の輸送能力が 34% 不足する見込み。単純に言えばスーパーに並ぶ商品の3つに1つが届かなくなる計算です。トラックドライバーの平均年齢はすでに50歳前後に達し、毎年確実に引退が進んでいます。いわゆる2024年問題に端を発したドライバー不足は、すでに日本の経済インフラそのものを揺るがす構造的危機に発展しているのです。その危機にテクノロジーで真正面から挑んだスタートアップが T2 です。今回の 500km 完走では、ドライバーはハンドルこそ握りませんでしたが、走行を監視していました。つまり L4 と呼ばれる高度自動運転レベル4ではなく L2 という運転支援レベル2です。それでも大きな一歩と言える理由は、工事区間の車線変更や合流車への譲歩など、人間のドライバーでも緊張する場面を AI が全て自力で判断して切り抜けたことにあります。このトラックは一体どうやって見て、考えて、動いているのでしょうか。大型トラックの自動運転は大きく3つのステップで成り立っています。まず、周囲をくまなく見る。次に、今自分がどこにいるかを正確に知る。そして、どう動くかを決める。この3つが1秒の間に何度も繰り返されることで、500km という長距離を走り抜けることができます。最初のステップ、見るから説明しましょう。皆さんが車を運転するとき、目で前方を確認し、耳で周囲の音を聞き、体の感覚で速度や傾きを感じ取りますよね。T2 のトラックも同じことを機械の目と耳で行っています。カメラが色や文字を読み取り、ライダーと呼ばれるレーザーセンサーが周囲の物体までの距離をセンチメートル単位で測定し、ミリ波レーダーが雨や霧の中でも前方の車の速度を捉えます。人間の目は2つですが、このトラックは数十の目で360度を隙間なく監視しているのです。高速道路を走っていると、突然工事中、左車線に寄れという看板を目にすることがありますよね。人間なら看板の文字を読んで車線変更しなきゃと瞬時に判断できます。しかし、従来の AI にとって看板はただの四角い物体に過ぎませんでした。文字の意味を理解できなかったのです。T2 はここに人間の目と言葉の理解力を兼ね備えた AI を投入。カメラで捉えた映像から文字を読み、この先で車線が塞がれるから今のうちに隣の車線へ移ろうと状況を丸ごと判断します。この技術を VLM、日本語では視覚言語モデルと呼びます。見るに続く2番目のステップが自分がどこにいるか知るです。スマートフォンの GPS は数メートルの誤差がありますが、大型トラックが数メートルもずれたら隣の車線にはみ出してしまいますよね。T2 のトラックは GPS に加えて道路の形状をセンチメートル精度で記録された高精度地図とライダーで取得した周囲の3次元データを照らし合わせています。地図の中のこのガードレールの角と今ライダーが見ているこのガードレールの角を重ね合わせることで GPS 信号が途切れても自分の位置を正確に把握し続けることができるのです。そして3番目のステップ、どう動くかを決める。急ブレーキを踏んだ時、乗用車なら数十メートルで止まれますが、20トンを超える大型トラックは同じ速度でもその何倍もの距離が必要です。さらに坂道では重心が高いために車体が傾きやすく、カーブでは長い車体がはみ出しやすい。T2 はこの大型車特有の物理的な特性を織り込んだ専用の制御モデルを開発しています。
今回の 500km 完走では、この見る、知る、決めるの3つを連携させることで、4つの新技術が実現しました。1つ目は、工事区間での自動車線変更。VLM が工事看板やパイロンを読み取り、閉鎖される車線を予測して、前もって隣の車線へ移動します。2つ目は、一時的な速度制限標識の認識。工事現場に置かれた臨時の速度制限標識は、カーナビの地図には載っていません。それをカメラで見つけて、滑らかに減速します。3つ目は、合流車への自動情報。インターチェンジの合流地点で、横から入ってくる車を検知し、自ら減速して先を譲ります。単なる衝突回避ではなく、合流車を先に行かせるという、社会的なルールに従った判断です。4つ目は、傾斜のある道路での車線追従の強化。大型トラック特有の重心移動を計算に入れて、坂道でもふらつかずに車線を保ちます。この4つの技術は、すべて高速道路の本線での話です。今、T2 は提案しているのは、ハブトゥハブ方式と呼ばれるサービスモデル。この方式は、駅伝のたすきリレーのようなイメージです。神奈川と神戸の高速道路の近くに切り替え拠点を設置。拠点から高速道路の本線まではドライバーが運転し、本線に入ったら AI へバトンタッチ。目的地の拠点に近づいたら、再びドライバーが引き継ぐモデルです。つまり、高速道路の長距離区間だけを自動運転に任せる。このやれるところだけを徹底的にやるという割り切りが、T2 の戦略の核心と言えるでしょう。しかし、この割り切りの裏には、ある深刻な技術的限界が隠されています。T2 が目指す次のステップ、ドライバーが一切乗らない L4 の実現には、想像以上に高い壁が立ちはだかっているのです。アメリカのテキサス州では、2025年5月に、オーロライノベーションが、米国初の L4 を搭載した大型トラックの商業運行を開始しています。ドライバーが乗っていない無人のトラックが広大なハイウェイを昼夜問わず走り続けている。それなのになぜ日本の T2 はまだドライバーを乗せているのでしょうか。答えは日本の道路環境の複雑さにあります。高速道路の本線を走る技術は今回の 500km 完走で証明されました。しかし L4 を実現するには本線を降りた後の世界を攻略しなければならないのです。具体的には3つの降りられない壁が存在します。1つ目は料金所です。ETC のゲートに向かって速度を落とし、正しいレーンを選び、場合によっては一時停止する。人間には簡単な動作ですが、AI にとっては高速走行モードから全く異なる低速精密モードへの切り替えが必要になります。2つ目はサービスエリアやパーキングエリアの中です。大型トラックが密集する駐車場でバック駐車や縦列駐車を行う。歩行者や他の車両が不規則に動き回る空間で正確に駐車位置まで進む。これは高速道路の整然とした本線とは別次元の難しさです。3つ目は一般道です。信号、横断歩道、自転車、路上駐車。高速道路の何倍もの変数が存在する一般道の自動運転は、現在のところ完全な攻略には程遠い状況です。T2 のハブトゥハブ方式は、実はこの3つの壁を一旦迂回する現実回と言えます。切り替え拠点を高速道路のインターチェンジ直結の場所に設けることで、料金所も一般道も当面はドライバーが担当する。やれるところだけを完璧にやって、残りは後から攻略する。このような段階的なアプローチを採用した背景には、痛ましい失敗の事例があると考えられます。アメリカの通信プルは、一気に L4 の完全自動運転を目指しました。IPO 時の評価額は85億ドル、日本円でおよそ1兆2000億円。しかし、技術の完成が遅れ、顧客が離れ、最終的には
FBI や SEC の調査まで入る事態に発展しました。米国事業の縮小を発表した時点での評価額はわずか約 2.3 億ドル。97% 以上の価値が消し飛んだのです。ギーツは L2 の商業運航で実績を積みながら段階的に L4 へ進化する道を選びました。ですが、段階的に進むだけで本当に L4 は実現できるのでしょうか。L4 実現における最大の壁は、一社だけでは絶対に超えられないということです。自動運転トラックを走らせるには、技術だけでなく、通信インフラ、遠隔監視体制、保険制度、物流拠点の全てが同時に揃わなければなりません。T2 は、この課題に対してエコシステムごと作るという戦略をとっています。T2 は2022年8月、三井物産と AI 企業のプリファードネットワークスが設立。設立時の出資比率は、三井物産が 80%、PFN が 20%。総合商社の事業開発力と日本最高峰の AI 技術を掛け合わせた異色の組み合わせです。設立からわずか4年弱で累計の資金調達額は110億円を超えました。最新のプレシリーズ B ラウンドには9社が参加し、出資パートナーは20社を超える規模に拡大しています。荷主として日本郵政グループ、福山ツーン、遠隔監視のインフラを担う KDDI、自動運転専用保険を開発する三井住友海上、物流施設を提供する三菱地所、東急不動産、トラックを走らせるために必要な社会基盤そのものが出資パートナーとして集結しているのです。KDDI は2025年7月、T2 のトラックに対する遠隔監視と緊急時の車両退避の実証に成功しています。L4 では無人だが遠隔地から複数台を一人で監視するという新たな運行体制が必要になりますが、その技術的な基盤はすでに確認されているのです。さらに2026年1月、T2 はアメリカのプラス AI と L4 に向けた自動運転システム開発の覚書を締結しました。プラス AI はトラック向け自動運転 AI に特化した米国企業で中国市場を中心に商用展開の実績を持ち、米国での商業化を目指しています。実はこの動き、政府のロードマップとも足並みを揃えています。国土交通省と経済産業省が推進するロードトゥーザ L4 プロジェクトは、2026年度以降の L4 社会実装を国家目標として掲げています。T2 が目標とする2027年度の L4 サービス開始は、企業単独の野望ではなく、国の政策と一致した計画なのです。20社を超える出資パートナー、国際的な技術提携、そして政府の後押し。これだけの体制が整いつつあるとしたら、その経済的なインパクトはどれほどのものになるのでしょうか。日本の幹線輸送市場は T2 の試算で約2兆円の規模があります。中でも関東と関西を結ぶ区間は全体の約2割を占め、T2 がまず狙う市場は約4000億円です。この市場で L4 自動運転トラックが走り始めた時、何が変わるのか。最も大きな変化はトラックが止まらなくなることです。人間のドライバーには法定の休憩時間があり、1日に走れる距離には限界があります。しかし L4 のトラックはメンテナンス以外は24時間走り続けることができます。深夜の高速道路を誰も乗っていないトラックが荷物を運ぶ。1台あたりの稼働率が跳ね上がり、人件費が大幅に削減される。ドライバー不足で崩壊しかけていた物流が自動化によって息を吹き返す可能性があるのです。では、このトラック自動化の恩恵を受けるのは誰でしょうか。まず、すでにT2と手を組んでいる荷主企業です。日本郵便は2026年1月から神奈川から大阪までの約 460km を
T2 の L2 自動運転トラックで定期運行しています。福山通運も自称パートナー兼任主として参画しており、東名から名神の区間で幹線輸送を実施中です。彼ら物流のプロフェッショナルが自社の基幹ルートに T2 の技術を採用したという事実が技術の実用性を裏付けています。次に、トラックそのものを支えるインフラ側にも大きなビジネスが生まれます。三菱地所は新名神高速道路のインターチェンジ直結で自動運転トラック多用の次世代物流施設を計画しています。T2 のトラックが施設の建物内を自動走行する実証実験もすでに開始しています。東急不動産も業務提携を結び、全国の産業団地に切り替え拠点を展開する構えです。トラックが進化しても受け入れる場所がなければ走れない。不動産デベロッパーたちはそのインフラ整備の最前線にいるのです。通信事業者の KDDI は遠隔監視システムで継続的な事業機会を得ます。L4 ではドライバーがいない代わりに遠隔地から複数台のトラックを監視する人間が必要です。高速、低地への通信網は自動運転時代の新たなインフラとして不可欠になります。さらに見落とせないのが保険の世界です。三井住友海上は T2 と組み、自動運転専用の保険商品を開発しています。事故が起きた時、責任は誰にあるのか。ドライバーがいない世界では、保険制度そのものを作り直す必要があります。この新しい市場をいち早く定義した企業が、自動運転時代の保険市場を制するかもしれません。トラック、道路、通信、保険。これら全てが同時に動き出すとき、日本の物流は根底から書き換えられるのではないでしょうか。今回のポイントを3つにまとめておさらいしましょう。1つ目は 500km 介入ゼロという技術的突破口。T2 の自動運転トラックは工事区間の車線変更や合流車への譲歩など人間でも判断が難しい場面を AI だけで切り抜けました。標識の文字まで読む VLM という最先端の AI 技術がこの快挙を支えています。2つ目はハブトゥハブという現実界。L4 には料金所やサービスエリアなど高速を降りた先の世界の壁が残っています。T2 はそこを無理に攻めず、高速本線だけを徹底的に磨き上げる段階的アプローチで L2 の商業運行をすでに実現しました。3つ目は20社が集結したエコシステムの本気度。荷主、通信、保険、不動産。トラック1台の技術ではなく、社会基盤ごと構築する体制が110億円超の調達と国の政策との一致に裏打ちされています。T2 は2027年度の L4 サービス開始を目標に掲げています。実現すれば深夜の高速道路を無人のトラックが荷物を運ぶ時代がやってきます。皆さんはドライバーのいないトラックが隣の車線を走る未来、安心できると思いますか？ L4 は早く実現してほしい、無人トラックはまだ怖いなど、ぜひ率直な意見をコメント欄で聞かせてください。今日はここまでです。この動画が役に立った方、なるほどと思った方は、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。